はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発ドライバーの、石川です。今日は、ゴールデンウィーク直前なんですけども、ぜひですね、その休みの間に皆さんに動画見てほしいなと思いまして、今日は、埼玉県の吉見さんですね、ラジコン館吉見さんに来て、これからテストしたいと思います。じゃあ何をやるかと言いますと、送信機のですね、比較一気乗りをちょっとやってみたいと思います。第2弾ですね。まず、こちら表彰 EX6R ですね、結構定番。それから最近大人気の双葉さんの 7PX ですね。はい。それから、ちょっとお手軽価格だけど高性能、双葉さんの 4PM。はい。最近ね全部覚えられないですけどね。はい。そして、今度ですね、表彰で輸入代理店をいたします。フライスカインの、ノーブルですね、こちらの受信機用モジュールも完成してきたので、この4台、今日は一気テストしたいと思います。本当にやらせなし、これから初めて操縦してみます。それではですね、ちょっとマシンの方はこちらなんですけども、ちょっとですね、じゃあ交代して、今日マシン、うちの開発、岩崎の車です。はい。ちょっと仕様を説明してもらってもいいですか。はい。今日持ってきてるのはですね、MR03 エボの MM2 がベースになっています。で、テスト車なので、本当にあんまり、オプションパーツなどはつけずにですね、フロントのバネと T バーで、ジャイロが、ジャイロのテストもしますんで、ついているということですね。細かいところだと、ちょっとここのボールがフッ素コートのボールだったり、この前後のアームがグラス入りのハードサスペンションになったりはしてますけれども、基本的には、箱出しの状態に近い状態のシャシになっています。フロントのバネの赤いのはロングですか。そうですね、普通のロングの方ですね。はい、はい、ソフト&ショートではなくて普通の方ですね。はい、で T バーがFRP のミディアムがついてます。はい、わかりました。はい。で、一番最初ということで、この赤いアンテナの、KT18 と EX6、EX6R で動くこの、モジュールが今はついています。はい、で、EX6R でやりますので、電波方式は、MHS を使用します。はい、で、ボディが、ボディはですね、ナローツーリングカテゴリーで、今は主流は 33GTR になってしまってますけれども、長らくずっと使っているので、テストではここ最近ずっと86でやっています。こういったテスト車両の、スペックになってますね。はい。じゃあ行きましょう。じゃあ交代です。はい。でボディはお願いします。はい。では行きましょう。じゃあまずは、EX6R ですね。そしてコースは、本日ラジコン館、吉見さんは、先日4月に行われました、ミニッツミーティング山形のコースレイアウトですが、ちょっと操縦台のパッケージだけは、判断という形です。電源を入れます。でちょっとジャイロの効き具合ですが、よくこれもちょっと質問をいただきますが、ちょっとこれぐらいですね。それからボリュームでここに今割り当たってまして、12345個で、やりたいと思います。それから最大打角はですね、ゆっくり半分回ったというと大体これぐらいですね。これぐらいの打角になっています。ちょっと前者同じぐらいの打角でやりたいと思いますので、どれがベストっていうわけではないということをご了承ください。結局打角が違うとクイックになっちゃうんですので、なんでスタンダードになります。はい。でこれを反時計回りですね。ちょっと今日は何周っていうと好んでいて、ストラットだけ出ちゃうみたいなのがあるんで、安定して気持ちよく走ると思います。結構かけらず結構柔らかく
はい、大体まあこんな感じかなと思います。ちょっとタイム一緒に見てください。まずは7周走りまして、EX6R、ベストラップ10秒140、2番目が10秒340、ベスト3が10秒460という感じでした。フィーリング的にはすごく今まで慣れてたフィーリングなので、非常に、馴染んでいて、ちょっと攻めていくと僕みたいにこう胃に刺さってしまうという感じですね。私のレベル的にはミニッツカップに多分このまま出ると、B メインぐらいか頑張って A メインに行きたいかなぐらいの本日レベルだと思いますので、参考にしていただけたらと思います。はい、続いて、双葉の 7PX ですね。ジャイロの機器は、ほぼ同じぐらいかなと思います。それから値で言うと、25入ってると。この辺かな。チャンネル3です。チャンネル3、25入ってます。はい。で、打角が、これも多分、ほぼ同じぐらいですね。これで、やりますが、素で今日初めてこの方式やります。なので、何のやらせもないです。リセットしました。ゆっくりやります。ちょっとね、斜めにいきたいと思います。初期はすごいある。でもやっぱり、前と同じだけど、ベタってする感じがするな。惜しい。これはね、ちょっと双葉の営業の畑野さんの顔がちょっと思い浮かんで頑張ってきてたから。ちょっと正直よく曲がってインまでを細かく人間がちょっといけない感じですかね。全体的には車のコーラリングが速いんですけど、動きが速くて周りが走れないんだなっていう。本当に肩の力を抜いていこう。ちょっとそんな感じですね。やっぱりよく曲がるから
切ったら切った分だけ曲がってちょっと今の現状では難しかったですね。ちなみに、ベスト1が10秒2、ベスト2が10秒29でベスト3が10秒420ということで、なかなか上の方には揃ってるかなというふうに思いますが、結構切ったら切った分だけ動くんで、結構こうビビって手が震えるとその分も一緒に出ちゃうみたいな感じかなと思います。忠実には動いてると思います。はい、それでは続いて、双葉さんのですね、ミドルエンド機、リーズナブルな 4PM ですね。こちらは、ちょっとランプが赤くなってまして、ホビーショー、静岡ホビーショーで、注文いただく表彰バージョン、ちょっと発売元は、双葉さんで、表彰で代理販売という形とさせていただいております。そしてジャイロの方は、今25入ってますね。はい、そして、こんな感じでほぼ同じぐらいですね。はい、そして、こちらの、双葉モジュールですね、すみません、たくさんお買い上げいただいていて、今非常にですね増産かけてるんですけども、ちょっと品薄が続いております。ぜひ、この 4PM はですねレシーバーもセットで、今回販売になりますので、必ずですねお買い求めいただけるかと思います。でしかもレシーバーは、1つ買うとレシーバー2個ついてきますので、お手持ちの車にね使っていただけるかと思います。はい。で、打角は先ほどと同じくらいになると思います。はい。ではこれでいただきます。これも今本当に初めて知りました。セットしてないかも。よし。いや、これは結構フィーリングはなんか少し軽量に近づいた、EX6に近づいた気がします。これぐらいかな。すごく同じ双葉さんの電波システムで制御数っても一緒なんですけども、結構走らした感じは違います。じゃあちょっとタイムの方を見ていくと、ベストが10秒250、ベスト2が10秒350、ベスト3で10秒530ですね。フィーリングはちょっと 7PX をやった後にやると
ちょっと違いすぎて人間が対処できない。 7PX は初期がすごい上がってぐいぐい曲がってくるんですけど、4PM は EX6 みたいに少し初期が逆にマイルドには出てけど、そこから切り出した時にちょっとこけやすくなる感じがします。だけど初期がビクビクではないので、これで慣れるとタイム揃ってくると思うんですけど、今のところ初期立ち上がりは一番いいのは 7PX かなと思いますね。でその後この 4PM か EX6R かで、いうところかなと思います。はい、それではですね、4つ目は、フライスカイの、ノーブルです。こちらはですね、まずちょっとプロトタイプなんですけども、レシーバーユニットができてきておりまして、発売は、レシーバーユニット自体は、まだ先になりますが、7月とか8月予定なんですけども、送信機の方は通常の受信機がついた形で、ホビーショーで、受注して、すぐに発売になる予定です。そしてなんとですね、こちらの送受信機セットを買っていただくと、後からになりますけども、漏れなくユニット用のレシーバーユニットもついてくるという特典付きですので、ぜひですね、この静岡ホビーショーでご検討ください。はい、アンテナは黄色です。そして車の方はね、こちらですね、同じ車に、モジュール搭載しております。ジャイロの機器も、同じぐらいかな、セットしています。ちょっと画角をね、見ましょう。いいですね、画角も同じぐらいですね。これも今日初めて、今日今から乗る段階では初めてですね。前に少しテスト段階では少し操縦したことありますけど、本格的に操縦するのは初めてです。で、かかってます。車はね、曲がるな、これはまた曲がる松が来ました。これちょっといろんな少しずつをやると、これは結構曲がるね。初期が早いな。これは大型と長々めっちゃ早いです。ほら。ちょっと初期が早いです。割と双葉寄りですよね。これはね、双葉さんのに近いけど、人間が慣れないと、4PM がさっきちょっとやっぱり初期が緩かったんで、今ね、フィーリングはいいけど、ちょっと溶けちゃいます。割り振ってないかな。割り振りが入ってないんで、これのエンドポイントから言ってもらえる。エンドポイント EPA ですね。はい。はい、で、結構左が落ちてる。左を3%ぐらい、右も3%ぐらいちょっと減らしていきたいと思います。人間がこの初期バンドで
激っていうかすごいよく学ぶんですけど、人間の手がぶっちゃけそこまでできないな。すごいできないんですよ。もしかしたら432世代とは全然違いますよね。全然違うね。欲しいんだけど、人間が溢れてきちゃうかな、これ。じゃあ、こうになってる。こんな感じです。タイムはちょっと出なかったっていうことは、ちょっと頑張ったんですけど、力むとひっくり返っちゃいまして、結構たくさん回ったんですけど、ベスト1で10秒33で、ベスト2で 10.46 で、ベスト7で 10.480 ということで、すごいリニアには切れるんですけど、ちょっと僕の右手はちょっとついてこれなかったというふうに思います。はい、それではですね、今日 4台テストしたわけですけども、もう一回振り返ってみますと、この、狭小 EX6R ですね、これが基準としたときに、6R は、もう一番慣れてしまってるんで、ちょっとタイムはちょっと出やすかったかなと思いますけども、これを基準というふうに考えたいと思います。でこれに対して、7PX は、ステアリングが細かく、動いていて、これに慣れてくるとより多分、タイム出るかなとは思います。ただちょっとスロットルの感じとかが、違って、若干転がりがここから変えると転がり足りなくて接地感がグリップ感が高く感じるので、同じようにリリースすると手前でちょっと止まるような、フィーリングがあるので、もうちょっと握りてなきゃいけないかなというところですけども、慣れると多分ちっちゃく回るそうです。でそれに比べて4PM ですね。4PM は、ステーリングのフィールは EX6 に近いからですかね。スロットのフィーリングも結構近いんですけども、この2台は同じ、電波が出てるということなんですが、例えばハンドルを切った時に切った角度に対する車のハンドルの切れ方が 7PX の方が、なんか大きく切れてる感じがする。でクイックに感じるということですね。で少しマイルドなので、私とかは今の時点では、4PM とか 6R がフィーリングには合ってますね。ただちっちゃくコーナー攻めようとするとちょっと難しいかなという形です。それから、最後にやったフライスカイのノーブルですけども、これはかなりステアリングが繊細です。細かく動いていて 7PX と E 勝負がもしかしたらもうちょっと細かく動いているかもしれないっていう形なんですけど、なんか人間の動揺も全部ステアリングに現れるんで、ちょっと私はタイム今日一番悪かったんですけど、修行を積むとこの2台はすごいタイムベストラッパーでそうです。ただ人間の動揺が出るんで焦ったりするとその分ちゃんとインに刺さりやすくなったりとかするかなと思います。あとスロットのフィーリングは2台ちょっと違って、ステアリングフィーリング近いけどノーブルの方が、もうちょっとステアリングがビュンビュン出るかなっていう感じはしました。このようにですね、自分のハンドルの使ってる位置ですね、それによっても送信機のフィーリングって大きく違うと思いますし、スロットルのこの握ってる使う位置ですよね。本当にじんわりずっと握る人とポンピングした人ではまた感じるところが違うと思いますので、できればこの3台はもう市場にありますので、体感お友達とかですね知り合いに交換してぜひ試してみてほしいです。それから、ノーブルはですねまだこれからになりますので、ちょっとこちらはねミニッツステーションで、体験できるようにですね、体験キャンペーン試乗会できるように、準備していきたいと思いますのでね、ちょっと俺うまいぞって方はぜひこれやってみていただいて、石川さんじゃダメだったけど俺なら使いこなせるっていう
方多分いらっしゃると思うので、そういった方はですね、どこかで私にコメントいただけると非常にありがたいと思います。はい、こんな4台でしたけれども、ぜひですね、ご自分に合った1台をですね、見つけて、よりですねミニッツワールドを楽しんでください。こちらのね週刊ミニッツですけども、面白いと思ってくださった方は、ぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日もですねちょっと長い動画になりましたけども、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。